そこは不思議な空間だった。果てしない暗闇の中に一本の古びた街灯が薄明かりを放っていて、街灯の下には一人の老人がいた。その老人によると、ここは時の最果てと呼ばれ、さまざまな時代に通じている。そして違う時間を生きる者が4人以上で時空の歪みに入ると、ここにたどり着いてしまうらしい。クロノたちはこれから3人で行動することにした。そして扉の奥にいた戦いの神スペッキュが魔法について教えてくれた。その昔、魔法で栄えた王国があり、その国では皆魔法を使えたが、魔力に溺れ滅びてしまい、それから魔族以外は魔法を使えなくなったそうだ。しかしクロノたちが持つ魔法の素質をスペッキュは解放してくれた。新たな力を手にしたクロノたちはラボスを止める手がかりをつかむため、現代へ戻るゲートへと足を踏み入れた。そこは魔族の村だった。ここは400年前、人間との戦いに敗れた魔族の子孫の村で、彼らの多くは人間を憎んでいた。そして広場には魔族たちが集まっていて、魔王の像を祀っていた。魔王様が我々のために生み出されたラボス神が長き眠りから目覚めれば、人間どもの世界など一瞬で終わりだ。魔王が400年前にラボスを生み出したということは、それを阻止できれば未来を救えるはずだとクロノたちは考えた。そして彼らは村の外れに住む鍛冶屋のボッシュと出会った。武器はな、生命を奪うためのものではないぞ。生かすためのものであるべきじゃ。クロノはそのボッシュの言葉が気にかかった。そして彼らはラボスの誕生を阻止すべく、ゲートを通り400年前の時代へと向かった。折れた剣。クロノたちが中世を訪れると、病に伏せるガルディア王から魔王を倒せる伝説の剣を求め、勇者が南の大陸へと向かったと聞き、勇者ならば魔王がラボスを生み出すのを止められると考えた。南の大陸に架かるゼナンの橋では、王国軍と魔王軍が壮絶な戦いを繰り広げていた。クロノたちの活躍により魔王軍の司令官リネガーを倒し、その侵攻を退けた。そして勇者の故郷を訪れたが、その少年は伝説の剣があるというデナドロ山へ向かったということで、会うことはできなかった。デナドロ山で伝説の剣を守る精霊との戦いになり勝利できたが、伝説の剣グランドリオンは真っ二つに折れていた。さらに悪いことに勇者だと思っていた少年は、酒場で酔いつぶれたカエルが落としたバッジを拾っただけだった。クロノたちは森にいるカエルを訪ねたが、彼はグランドリオンを修理できる者はおらず、自分にグランドリオンを持つ資格はないと諦めた様子だった。途方に暮れるクロノたちだったが、カエルが持っていたグランドリオンの塚に古代文字でボッシュと刻まれているのをルッカが見つけた。それは現代のメディーナ村で出会った刀鍛冶の名だった。不思議に思いながらも、クロノたちは現代に戻りボッシュを訪ねた。彼にグランドリオンを見せると、驚きつつもそれを知っている様子だったが、修理するためには今では手に入らないドリストーンという原石が必要だと言われた。ドリストーンは気が遠くなるほど昔にあった赤く輝く石というボッシュの言葉から、クロノたちはゲートを通り6500万年前の太古の時代へと向かった。赤い石、珍しい石。クロノたちが原始時代に降り立った時、恐竜人の大群に囲まれてしまう。そこへヨカ村の酋長エーラが現れ、恐竜人たちを撃退した。クロノたちはヨカ村に招待され、その夜歓迎の宴が始まった。そしてクロノとエーラはドリストーンをかけて飲み比べ勝負を行うことになる。クロノは見事に勝利し、ドリストーンを手に入れた。しかし酔いつぶれて翌朝目を覚ますとゲートホルダーが見当たらず、帰れなくなっていた。村の青年キーノが嫉妬から盗んだことが判明するが、さらに恐竜人たちに奪われてしまっていた。クロノたちはエーラと共に恐竜人を追った。そして恐竜人と激闘の末勝利を収め、
ゲートホルダーを取り戻した。クロノたちはドリストーンを持ってボッシュの元へと向かった。決戦魔王城。ボッシュにより伝説の剣グランドリオンはよみがえった。クロノたちはグランドリオンを手にカエルの元へと向かった。カエルはグランドリオンを見て驚き、少し考える時間が欲しいと言われ、その日は彼の家に滞在することになった。夜が深まる中、カエルは10年前の戦いを思い出していた。騎士団長であった親友サイラスとの思い出、そしてサイラスと共に魔王と対峙した時、サイラスは持っていたグランドリオンを折られ殺された。自分は恐怖で何もできず、蛇に睨まれたカエルだと笑われ、醜いカエルの姿に変えられてしまった。翌朝、カエルの表情には決意が現れていた。マガン窟に到着したカエルはグランドリオンを抱え力を解放すると、巨大な岩を一刀両断し道を開いた。カエルはサイラスとの約束を胸に、クロノたちと共に魔王城への一歩を踏み出した。魔王城に乗り込んだクロノたちは激しい戦闘を繰り広げながら次々と敵を倒し、ついに魔王のもとにたどり着いた。クロノたちが魔王を倒した直後、ラボスの咆哮が鳴り響いた。今眠りから覚められてはと話す魔王。ラボスを生み出したのは魔王ではなかったのだ。魔王によると、ラボスは大地の力を吸いながら太古より地中深くに存在していたということだった。その直後、巨大なゲートが発生し、彼らはそこに飲み込まれていった。大地の掟。クロノたちが目を覚ましたのは原始時代で、エーラたちが恐竜人との最後の戦いに挑もうとしているところだった。クロノたちは翼竜プテランに乗り、エーラと共にティラン城へと乗り込んだ。恐竜人のリーダーアザーラと対峙したところで、空に赤い星が輝いていた。クロノたちに敗北したアザーラは炎をまとった大岩が降ってきて全てを焼き尽くし、やがて全てが凍りつく長く厳しい時代がやってくると予言した。その時エーラがラボスとつぶやいた。エーラたちの言葉で、ラバヒボスは大きいことを表す。ラボスは6500万年前に宇宙から飛来した巨大生物だった。衝突したラボスはティラン城もろともあたりで焼き払い、地中深くに潜っていった。避難していたクロノたちがラボスの残した大きな穴を訪れると、そこには新たなゲートが発生していた。